皆さん、こんにちは。KSK です。いつもご視聴ありがとうございます。緊急で行ってきました。初版ブラショ。今回は X でやり取りさせていただいている視聴者さんから一通の DM が届きまして、マンだらけコンプレックスに KSK さんが絶対に欲しい作品ありましたよと連絡をいただきまして、さすが視聴者さんですね。めっちゃ欲しい作品だったので、これは行くしかないだろうとちょっぱやで行ってまいりました。前回のコンプレックス展から2ヶ月ほどしか経っておらず、今までにないほどの早いサイクルです。マンだらけコンプレックス展ですが、 JR 秋葉原駅電気街口から徒歩5分ほど、営業時間は12時から20時、もはや説明いらずの聖地となっております。今回も枚数はそこまで多くありませんが、店内で気になった作品の写真と動画を撮ってまいりましたので紹介させていただきます。紹介していく前に、僕のチャンネルでは初版沼チャンネルとしてブックオフやマンだらけの初版ブラショや初版の購入作品など紹介しておりますので、初版好きの方、初版に興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。また余談ですが、携帯を買い替えまして、今まで使ったことがない携帯のカメラで編集に苦戦しましてもし見づらい点などがありましたら申し訳ありません。では、マンだらけコンプレックス紹介していきますので、最後までよろしくお願いします。まずはバラ売りコーナーになります。変わらずの圧巻の品数ですが、個人的な最近のコンプレックスの印象で、かなりインバウンドの方が多く、バラの作品はしかり、セット本や週刊誌の方も結構な量を買われている方を多く見かけます。常に店員さんが陳列棚に新しい作品を入れてるのを見かけますが、2ヶ月前にはあった作品がなくなってたり、逆になかった作品が増えてたりと、ここ最近は入れ替えが激しいんじゃないのかなと思います。その中で気になった作品がいくつかありまして、まずは体探し。前回のブックオフ足立貨幣インター店で体探しの全巻セットがありましたが、ところどころ帯がついてないものがあり、こちらで補えそうなものが少しありますね。手に取った3巻、帯を見る限りは初版帯、状態7の275円。非常に綺麗な状態ですね。5巻以降には全て初版帯がついており、状態が綺麗なものが多かったと思います。そう考えると、あの時の全巻セットを買っておけばよかったかな。次行きましょう。続いてがストップひばりくん。全4巻セットがあり、状態3の2750円。ただ、状態詳細がびっしり書かれているもので、古い作品だけに焼け、シミは仕方ないのかなと思いますが、我は気になってしまうところですね。そして山田くんと7人の魔女。バラで気になったというよりは、こちらの全巻初版セットの8800円。通販で見かけてましたが、この28巻だけが欲しい。というか、特装版が欲しい。まだまだ探す必要性がありそうです。そしてファミレスイコゲのトランプ付きの特装版。これは欲しいですね。状態7の2750円とほぼ定価と変わりはなし。買うのであるならばお買い得に購入したいところなので、こちらは検討していこうと思います。続いてが全巻セットコーナーになります。エレベーター目の前にあるこちらのコーナーですが、ブックオフではパーセントオフされてお買い得なものなどありますが、マンだらけの良い点は査定の厳しさはありますが、個人的には表記されている状態以上に綺麗なものがお買い得に購入できる印象があります。こちらの方で気になった全巻セットがいくつかありますので紹介させていただきます。まずは約束のネバーランド。全20巻初版帯付きセットで状態7で4950円。これはなかなかお買い得ではないでしょうか。ヤネバの全巻初版相場は6000円から7000円前後だったかと思いますので、
全巻初版が相場よりお買い得に購入できるのは非常に素晴らしいですね。続いてがキャッツアイ全18巻初版セット状態5で5500円。これやばくないか。キャッツアイの過去落札相場で1万5000円前後のものもあるので、これは破格の金額の全巻セットになってそうですね。そして気まぐれオレンジロード全18巻セット状態6で7700円。初版などの表記はありませんでしたが、背表紙の番号を見る限りはどうでしょうかね。この作品もいつか集めたいですが、気まぐれオレンジロードの全巻初版相場は1万円前後なので、これも欲しくなる。続いてのコーナーが週刊誌コーナーになります。変わらずの圧巻の品数ですが、週刊のジャンプのみならず、マガジンやサンデーなども前より在庫が増えてたような気がします。好きな作品の初連載号や周年を飾った表紙を集めておりますが、こちらの方でも気になった週刊号がいくつかありますので紹介させていただきます。まずは週刊少年サンデーの2024年13号。こちらの横っちょにあるラストカルテの新連載号を探しているのですが、なかなか見つけられず、私の美容院神カルテの店名の由来になっただけに、この新連載号はいつか必ず手に入れたいですね。続いてがジャンプ2004年12号。ナルトが表紙のこちら。君まろの後ろ姿も描かれておりますが、状態4で4950円。状態4で約5000円近くしますか。そのお隣の2004年46号。こちらはナルト連載5周年の表紙のもので、同じく状態4で4985円。俺、痛みなどはありますが、ナルトの周年連載のものはいいですね。続いてが2014年25号の表紙を飾ったのは、ハイキュー連載2周年。いやー、ひなたかっこいいですね。こちらが状態7で1320円。家にはハイキューのコレクションゾーンがあるので、こういった周年のものはいつか飾っていきたいですね。そして2015年17号の表紙が同じくハイキューの連載3周年記念。カラスのメンバーが描かれており、状態5で880円。思ったほど高くはない。田中の清子さんに向ける視線、いいですね。ハイキューは残念ながら4周年連載記念はありませんでしたが、連載5周年記念のものが状態6で880円。また、ひなたがかっこよすぎる連載6周年記念のもので状態4で990円と、そこまで状態はよくありませんでしたが置いてありました。奥のショーケースにも何冊かジャンプの週刊誌が置いてあり、こちらの鬼滅の刃新連載号状態7で16万5000円。たっけ。個人的にはお隣の光の碁新連載号の方が惹かれますね。こちらが状態5で3万800円となっておりました。前の大宮店ほどの新連載号のお宝はありませんでしたが、行くたびにショーケースが変わったりしてるのは毎度行く楽しみにはなっております。今回マンだらけコンプレックスに緊急で行ってまいりましたが、お目当ての作品と数冊購入してきた作品がありますので、最後に紹介させていただきます。無事お目当ての作品購入できてよかったです。 DM をくださった視聴者の方、本当にありがとうございます。では今回購入してまいりました作品を紹介させていただきます。まずはこちらのロックオン全2巻の完結セットを購入させていただきました。こちらが2巻の完結セットで250円で購入してまいりました。状態6痛みありの状態詳細にはやけとかはあるんですけれども、2冊とも初版の初版帯付きで購入できたのは非常に素晴らしいと思います。状態6痛みありやけとも書いてはあるんですけれども、個人的にはめちゃめちゃ綺麗な状態かと思います。
帯の破れとかも特段ないですし、確かに若干焼けてはいるんですけど、このぐらいだったら全然気にならないかなとは。土田先生のトゲトゲとかは読んでたんですけれども、このロックオンは読み切りだったと思うので、なかなか見かける機会がなかったので、今回これが置いてあった時にはすかさず本棚から手に取ってしまいましたね。結構気になってた作品ではあったので、今回こちらが購入できたのは非常に良かったかなとは思います。こちらも後ほど開封をして早速読ませていただこうかなとは思います。嬉しい読み切り作品が購入できました。では続いての購入作品を紹介させていただきます。こちらの G マルエディション1巻と2巻の初版帯付きを購入してまいりました。これも嬉しいお買い物ですね。こちらの1巻が状態7の150円、2巻が同じく状態7の200円、2冊で350円で購入してまいりました。安すぎます。こちらですね、初版がすごく気になって一度店員さんにお願いをしてシュリンクを取ってもらって初版が確認をさせていただいたんですけれども、無事初版だったのと、あとめちゃめちゃ素晴らしいのが、こちらの1巻開けて皆さんに見ていただきたいものがありましてちょっと開けていきますね。シュリンクを取っていったんですけれども、この後ろのページにですね、いやー素晴らしいですね。アニメートのカラーイラストペーパーの特典がついてたのが、これはね本当に素晴らしいですよ。これが150円で購入できるのはかなり破格な金額だと思います。2巻には残念ながら特典のイラストカードとかはついてなかったんですけれども、1巻と2巻には付属のジャンパラとかも入ってたので、僕の中では完璧な状態で購入できたかと思います。こちらの G マルエディションの過去落札相場が見た限りだと1500円から2000円とかで取引されてるものとかもあるので、今回350円でこの2冊が購入できたのはとんでもないお宝なんじゃないのかなと思います。この特典が非常に嬉しいですね。先ほどの土田先生といい川下先生といい、いろんな先生方の読み切りの作品が今回こうやって購入できるのは非常に嬉しいですね。素晴らしいお買い物が今回できたんじゃないのかなと思います。では続いての購入作品を紹介させていただきます。こちらのハンツートラッシュ17巻の限定版になります。こちらがですね、今回お目当ての作品だったんですけれども視聴者の方から X で DM をいただきまして、マンだらけにこれがありましたよって言われた瞬間はもう駆け足で行きましたね。こちらが状態7で1500円で購入させていただきました。マンだらけ中野店でハンツートラッシュの11巻を購入したんですけれども、今回のコンプレックスはこれが欲しいがために行ってきたようなもんですね。いやー、立て続けにマンだらけでハンツートラッシュの限定版が購入できたのは非常に嬉しいですね。店舗着いた時にもう血まなこになりながらハンツートラッシュを探してたんですけど、見つけた瞬間はガッツポーズしてましたね。結構いい感じにハンツートラッシュの限定版とかも集めては来られたので、まだ全巻初版と限定版を全て揃えるまでには時間がかかりそうなんですが、マンだらけだったりあわよくばブックオフでも見つかればいいのかなとは思います。今回は視聴者の方に非常に有益な情報をいただいて本当に良かったなと思います。改めて DM をわざわざ送ってきてくださいましてありがとうございます。おかげさまで無事購入することができました。以上が今回マンだらけコンプレックスで購入してまいりました
ロックオン全2巻セットの初版帯付き G マルエディションの1巻と2巻の初版帯付き。1巻にはアニメートのカラーイラストペーパーがついておりました。そしてハンツートラッシュ17巻の限定版を購入してまいりました。今回マンだらけコンプレックス、本当に緊急で行ってきたんですけどいやー、視聴者さんからメールをいただいて1週間後ぐらいに行ったんですけど、いやー、なくなってたらどうしよっかなって思いながら1週間後ではあったんですけれども、今回行って無事にハンツートラッシュが購入できたりとか、他の川下先生とか土田先生の読み切りの作品が購入できたのは非常に良かったかなとは思います。あと今回マンだらけコンプレックスでお買い物してる時に2人ほどですかね、視聴者さんの方が声をかけてくださいましていや、本当にありがたいですね。マンだらけとかブックオフ行った時、ものすごい目つきで本棚凝視してると思うんですけど気軽に声かけていただければ非常に嬉しいので、その時も声かけてくださった視聴者様も何冊か本を購入されてたりとか、この初版が見つかったんで今日購入しますっていう風に言っていただけると、いや、お互いいい初版が購入できましたねっていう会話も弾みますので、ぜひ見かけた際は本当に気軽に声をかけていただければなとは思います。あと最近ですね、視聴者の方から DM で何件かいただいてた件があるんですけど、できれば初版のコミュニティサイトを作ってほしいっていう風に言われてまして、今は X の DM だったりとか YouTube で皆さんとやり取りはさせていただいてるんですけど、1個のグループを作って同じ初版好きの方が集まって皆さんでいろんな情報のやり取りができるグループ LINE を作ろうかなとは思ってます。同じ初版好きの人たちでその意見を出し合えたりとかする、なんかみんなで同じように初版を楽しく集めていきたいなっていう共通の趣味のグループ LINE はすげえ楽しいんじゃないのかなと思いまして今回私が一応代表をしてグループ LINE を開設させていただきますので、そちらの URL は概要欄に貼っ付けさせていただきますので、ぜひ初版好きの方はもちろんなんですが、初版はあんまり詳しくはないけれどもあの作品が好き、やっぱり漫画が好きっていう方もぜひ入っていただければなとは思います。ぜひご興味のある方は概要欄からチェックしていただければなとは思います。ぜひ今回のマンだらけコンプレックスの初版ブラシを楽しんでいただけましたら、高評価と初版好きの方、初版に興味のある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。グループ LINE 待ってます